こんにちは。エイムアシスと C の人です。アンチミラーリングの調子はいかがでしょうか？私はバッチリです。ご覧の映像もすべてアンチミラーリングによって構成されております。吸い付きすぎてやばいです。様々な検証結果から、数時間度の吸い付くエイムアシスと C の発動条件は、アンチミラーリングだとわかりました。詳しい内容は概要欄に掲載してますので、まだ見てない人はぜひご覧ください。そしてエイムアシスと C が発動する距離は、視点感度と移動速度によって変化することがわかりましたよね。最終的な適正距離の結論は、エイム時間度1で移動速度低下の内武器、ウィングマンやモザンビークなどで ADS した場合、エイムアシスと C の適正距離は約10メートルまでで、移動速度アップアビリティ付きだと、約13メートルまでと解説しましたが、あれは嘘でした。これは私の検証の甘さに原因があります。本当に申し訳ないと思っております。前回の検証結果の適正距離は、相手が動いていない時の適正距離だったということです。つまり実戦の場合、相手はもちろん動いているわけですから、動いてる敵で試すべきでした。結論を申しますと、移動速度で適正距離が変化するのではなく、エイムアシスと C の適正距離は、視点感度と相対速度で変化する、ということです。つまり相手の移動速度と自分の移動速度によって、適正距離が変化することが分かりました。そして検証に検証を重ね、エイムアシスと C の適正距離の計算式ができました。エイムアシスと C の適正距離イコール相対速度×基準値。これで適正距離を算出できます。基準値は止まっている相手に対して、移動速度1倍のウィングマンでエイムアシスと C が効く距離です。基準値は感度設定ごとに違いますが、寝る間も往診で検証して数値を割り出しました。エイム時感度5が2メートル、4が5メートル、感度3が6.5メートル、感度2が10メートル、感度1が10メートル、これらが感度ごとの基準値です。やはり1と2には差がないことが改めて分かりました。そして感度5は前回はないと言いましたが、今回の検証で2メートルが基準値で、条件次第でエイムアシスと C がかかると分かりました。感度6以降はエイムアシスと C は効きません。そして相対速度は、自分と相手の速度になります。例えば AR のフラトラは、ADSG 移動速度 0.5 なので、自分は移動速度 0.5 で左へ、相手は移動速度1で右へ動いた場合、0.5プラス1イコール 1.5 で、相対速度は 1.5 といった感じです。移動速度は APEX ウィキを参考にしています。概要欄に URL を貼っておきます。この検証は訓練上のボットの移動速度を1と仮定して検証していますが、ボットが持ってる R301 の武器の重さを考慮していません。武器ごとの重さの移動速度を視野に入れると、本当に細かくなってしまうので訓練上のボットの移動速度を1とさせてください。では様々なシチュエーションで計算式に当てはめてみましょう。エイム時感度3で、自分が SMG の場合、SMG の ADS 時の移動速度は 0.75 なので自分の移動速度は 0.75。訓練上のボットの移動速度は1。0.75 プラス1イコール 1.75 で、相対速度は 1.75 です。基準値はエイム時感度3の場合 6.5 メートルなので、1.75×6.5 イコール 11.375 で、この状況の場合エイムアシスと C の適正距離は11メートルとちょっとだということになります。真ん中から速度減衰がかかります。12メートルになるとエイムアシスと C は効きません。敵の周りから速度減衰がかかっています。このシチュエーションがもしエイム時感度1もしくは2だった場合、基準値は10メートルなので、ここの基準値が10になります。1.75×10 イコール 17.5 で 17.5 メートルまでエイムアシスと C が効きます。スティックの倒し具合はかなりシビアです。18メートルになると効きません。これに興奮剤などで移動速度が 1.3 倍になると、かなりややこしくなるんですが、0.75×1.3 イコール 0.975。これが自分の移動速度で、0.975 プラス1イコール 1.975 となり、相対速度は 1.975 です。計算式に当てはめると、1.975×10 イコール 19.75 となり、適正距離は20メートルに近い19メートルになります。興奮剤なしだと効きません。訓練上のボットは歩かせることもできて、訓練上カスタマイズの説明からわかる通り、AR で ADS している時と同じ速さです。このボットは R301 を持ってるので移動速度は 0.5 倍だとわかります。この状態で自分がウィングマン、エイム時感度1の場合、相対速度は、自分の移動速度1プラス相手の移動速度 0.5 で 1.5 となり、基準値10をかけて15メートルまでとなります。シビアすぎます。16メートルだと効きません。そして先ほど話した感度5は、自分の移動速度1、相手の移動速度1の場合、4メートルまで効きました。この4メートルという結果を逆算したら基準値は2メートルと判明したわけです。他の武器や様々なシチュエーションもこの計算式で距離を算出できます。が、今話したことはあくまで相対速度なので、相手の動きと逆に移動してる時の数値です。なので相手の移動方向と同じ方向に動く、いわゆるミラーリングの場合は相対速度が遅くなるので、エイムアシスと C の適正距離も縮まります。例えば自分が移動速度1、相手の移動速度も1のミラーリングの場合、相対速度は 1-1 イコール0で相殺されてしまい、エイムアシスと C は効きません。スローです。
興奮剤で移動速度を 1.3 倍にすると、相対速度は 1.3-1 イコール 0.3。0.3× 基準値10イコール3で3メートルまで効きます。これらの理由によりやはりパッドは、アンチミラーリングでエイムアシスト C を発動させた方が、全てにおいて有利です。なので相手と打ち合うときは、両スティックを外側、または内側に動かしながらエイムするといいです。逆にキーマウ勢は、できるだけパッドにエイムアシスト C を発動させないために、相手と同じ方向に動いて、ミラーリングしながら打ち合うといいです。話を戻します。エイム時間度5は距離が狭すぎて使いにくいとして、エイム時間度4の基準値は、他に比べて距離が狭くて5メートルなんですが、実戦でよくあるシチュエーションとして、お互い SMG でお互い ADS しながら、アンチミラーリングで打ち合った場合、相対速度は 0.75 プラス 0.75 イコール 1.5、1.5× 基準値5イコール 7.5 で、適正距離は 7.5 メートルということになります。エイム時間度4でも意外と実用的な距離になっていることが分かりました。多分、なぜなら私にはお友達がいなくて、SMG 同士の検証をしていないからです。この 7.5 メートルという数値が合ってるのか定かではありません。ですが他の武器の計算結果から多分合ってると思います。多分ね。もし私にお友達ができたら検証してみます。で、そんなこんなでこの動画を作ってる最中に、前回と同じ有能質問者様から海外掲示板レジットのとある投稿を教えてもらいました。その内容は海外勢の方が、数字感度の設定ファイルを見つけたぞ、というものです。有能の有能すぎて感激しています。URL は概要欄に載せておきます。ADS 時感度の詳細を見てみましょう。ズーム部と書いてある方が ADS 時の感度です。そして括弧内の数値が数字感度設定の123456778です。そして左からの順番と詳細設定の縦の順番は同じになっています。ここが左右視点移動速度、上下視点移動速度、左右視点移動加速、上下視点移動加速。ここだけ順番が違って、視点移動付与ディレイ、視点移動付与時間、となっております。このデータを見る限り、エイム時間度1、2、3は加速が入っていることがわかります。エイム時間度1と2は加速がないと思っていたので驚きです。そして一番最後に謎の項目、ターゲットアングルベロカットオフがあります。直訳するとターゲットは標的、アングルは角度、ベルはベロシティの訳で速度、カットオフは単純にオフ。つなぎ合わせると、標的の角度と速度をオフにする数値だぜってことです。はぁ、わけわかんないですよね。この投稿主もこれが何だかわかんねえって言ってました。おそらくですがこの項目の数値が、エイムアシスト C の適正距離と関係があるのではないかと睨んでおります。先ほど話したエイムアシスト C の基準値と照らし合わせてみると、数値の比率が大体同じになります。これがもし本当にエイムアシスト C の数値だとしたら、エイムアシスト C はバグではなく、仕様だという可能性がめちゃくちゃ高いです。そして前回の動画で判明した、詳細スコープで感度を高くしても低くしても、数字感度ごとの適正距離に変わりはない事実にも辻褄が合います。もし仕様なのだとしたら数字感度のみに、エイムアシスト C がある理由に納得がいきます。開発者の考えはこうです。数字感度と詳細感度の設定を作ろう。でも数字感度で感度が低いと敵を追いにくくなるから、数字感度が低ければ低いほどアシストを有利にしよう。でも詳細感度は感度を低くしたり高くしたりできるから、アシストのかかり方はそのままでいいや。こんな感じだと思います。真実は開発者しか知りませんけどね。エイムアシスト C は使用説、私はこれを押します。ってなわけで今回のまとめです。エイムアシスト C の適正距離は視点感度と相対速度で変化する。エイム時間度1と2の適正距離は同じ。エイム時間度6以降はエイムアシスト C は効かない。パッド勢はアンチミラーリング一択。キーマウ勢はパッド勢にエイムアシスト C を発動させないためにミラーリングで打ち合う。エイム時間度1、2、3には加速がある。エイムアシスト C は使用の可能性がめちゃくちゃ高い、ということになりました。まだまだ知らないことだらけですね。他にも分かったことなどありましたら、ぜひコメントで教えてください。この動画が少しでも役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ここからは質問返信コーナーです。詳細スコープいじるのって数字使ってても意味あるの？意外と知らない人多かったみたいです。説明しましょう。詳細スコープを変更して、オンの状態のまま戻って、詳細設定をオフにすると、ADS 時の感度が変わります。エイム時感度1でもこの通り。これはおそらくバグです。スコープ倍率でエイムアシスト C の距離が伸びる。今回の動画で説明し忘れていました。スコープによって少し伸びます。相対速度2の場合の適正距離は20メートルですが、2倍スコープをつけると少し伸びます。1、2メートルくらい伸びるんじゃないかなって思ってます。機会があったら詳しく検証します。スコープ倍率でアシスト C の距離変わるなら視野角も影響出る説。これはなかなかいい質問ですね。変わる可能性大です。試してみましょう。私はいつも視野角110で設定してます。70にしてみます。先ほどと同じく相対速度2なので適正距離は20メートルです。20メートルは効いてますね。では少し離れて22メートルで試してみましょう。相手の周りから速度減衰がかかっています。残念ながら視野角での違いは発見できませんでした。1と2のアシスト距離同じなのになんで1を押してるんですか？キーマウから移行してきたので、上下左右の感度が同じ感度1が使いやすいからです。リニアなのもキーマウと似たような挙動だからです。
デッドゾーンや入力範囲、反応曲線はアシストのかかり方もですが、主に操作性として違いが出ます。私はずっとアシストだけが違うのだと思ってましたが、操作性にも違いがあるみたいです。試してみましょう。よくわかんなかったです。プレイ時間が多い人なら違いがわかるかもしれません。もし違いがあったとして、それを数値として証明するのは難しいかもしれません。私は今のところ検証方法は思い浮かびません。メニューカーソルの速度によって違いが出るって噂がありますが本当でしょうか？これも何かで噂を聞いたことがあります。試してみましょう。カーソル速度マックスです。20メートルでエイムアシスト C が効いています。少し離れてみます。相手の周りから速度減衰してます。アシスト C の距離に違いはありませんでした。操作性はよくわかりません。41か31どっちがいいと思いますか？41がいいと思います。腰打ち感度3だと振り向き遅すぎて立ち回りがすごく難しいです。ゲーム性を忘れてアシスト頼りの人増えちゃうの嫌です。安心してください。このゲームはすでに8割以上の人がパッドです。キーマン相手に理不尽にワンマがして、みんな棒立ちしながらデスボックスを漁っています。早めにパッドへ移行しましょう。それじゃあ皆さん、バイバイ。